第1話、柔道場に現れた人。不動産屋さんの階段です。これはいつも体験談を提供してくださる愛さんが、今回はその弟さんの体験談をくださいました。それは今から何十年も前のこと。その弟さん、仮名ですが二郎さんが高校の柔道部で体験した出来事です。それは夏休みの柔道部の夏合宿でのことでした。合宿では朝6時から朝練が始まり、8時に一旦終えて朝食をとるという毎日でした。二郎さんほか1年生は1日3回に分けた練習が終わるたびに柔道場の掃除をするという決まりでした。さて、それは合宿が始まって何日かが過ぎた朝でした。いつものように柔道部員は朝の6時から8時までの2時間たっぷり練習をしました。そしてまず上級生が全員柔道場を出て行ったので、二郎さんたち1年生は早速道場の掃除を始めたそうです。そして二郎さんたちがちょうど畳の床の雑巾がけを始めた時でした。1年生の一人がふと何かの気配を感じたそうです。すると柔道場にいつの間にか一人の初老の男性がいるのに気がつきました。その初老の男性は背が低く小柄な60代ぐらいの白髪の短髪の人でした。すぐ気がついたその仲間がみんなに合図をし、そこで全員が初老の男性の存在に気がつきました。そして全員揃って掃除の手を止め、ピシッと立って「おはようございます」と元気よくその男性に挨拶したそうです。誰もその人は知りませんでしたが、雰囲気から間違いなくこの柔道部の関係者なのは分かりました。そして二郎さんたちが初老の男性にピシッと頭を下げている中、その人は全員にニコニコと微笑みながら道場の中央の壁にある神棚のところまで歩いていきました。そしてそのまま神棚に手を合わせて拝んでから、またニコニコしながら道場の出入り口まで歩いていき、そのまま外に出て行ったそうです。そこで二郎さんたちは道場を訪問した人がいたことはすぐ顧問の先生に報告しないといけないと思いました。そして「ああ、名前聞くの忘れた」と思い、すぐその初老の男性が今出て行った入り口から後を追いました。たった今出て行ったのですぐ近くにその人はいるはずなのですが、道場の外に出てみると誰もいませんでした。夏休み中ですから、他に生徒も先生もいませんから、外は全く一っ子一人いなかったそうです。そんなわけない、どこかにいるだろうと思った部員たちは道場の周辺を手分けして探したのですが、不思議にもその初老の男性を見つけることはできませんでした。そこで部員たちはその人を見つけることを諦め、道場に戻って掃除を終わらせたということでした。そして朝食の前に二郎さんたちは顧問の先生のところに行って、今さっき見知らぬ高齢の男性が道場に訪ねてきたことを報告しました。すると顧問の先生は「その人どんな感じのどんな風貌の人だった?」と聞いてきたので、二郎さんたちは60代くらいの人で白髪の短い頭で小柄な人でなどなど、思い出せる限りの顔の特徴なども入れて説明したそうです。するとそれを聞いている顧問の先生の顔色が少し変わっていきました。何やらいつになく真剣な面持ちになり、突然二郎さんたちに「ちょっと待ってて」と言ってどこかに行ってしまいました。しばらくすると先生が戻ってきたのですが、一枚の写真を持っていました。そして「この中にその人はいる?」と言ってその写真を二郎さんたちに見せたそうです。それは少し前のこの高校の柔道部の集合写真でした。生徒は柔道着を着て整列し、顧問の先生は今より少し若く真ん中に座っています。そしてその先生の隣に男性が座っていたのですが、
その人こそ今朝道場に突然現れたあの初老の男性だったのです。そこで次郎さんはこの人ですと指をさしたのですが、ほぼ同時に他の同級生たちもこの人ですと言って同じ人を指しました。顧問の先生は驚きを隠せず、すぐには言葉にはならなかったようで、少し間を置いてから次郎さんたちに話してくれました。この人はもう一人の柔道部の顧問だったんだけど、3年前に亡くなったんだよ、と感慨深そうに、そしてそばにいる生徒にだけ聞こえる声で、今でもこの柔道部を気にしてくれてるんだな、と言ったそうです。次郎さんには気のせいか先生の目が潤んでいるように見えました。ただ先生が感傷に浸っているのとは裏腹に、その場にいた部員たちは亡くなっている人と聞いて意味が分からず呆然としていたことは言うまでもありません。第2話、たまり場。不動産屋さんの怪談です。これは愛さんが知り合いの職人さんから聞いたお話です。その方を仮に田村さんとしておきます。田村さんは東北の農家の息子さんでした。田村さんが高校生になった時、家の広い敷地内にある作業小屋を改装して自分の部屋を作ってもらったそうです。さてその田村さんですが、かなりのバイク好きでした。決して暴走族ではなかったのですが、時間があればよく同じバイク好きの仲間たちとつるんでいたそうです。田村さんの部屋が母屋から独立した離れになると、そこはバイク仲間たちの半ばたまり場のようになっていきました。特に夜になると、そのバイク仲間たちが田村さんの部屋に集まり、ワイワイガヤガヤとだべったり、一斉に夜の道をバイクで走りに行ったりしていたそうです。そんなことをずっと続けていると、田村さんは自分の部屋にいてもだんだん仲間の誰が訪ねてきたかバイクの音でわかるようになっていきました。それはバイクのエンジン音だけでなく、人それぞれのアクセルを吹かす癖などで、遠くからでもどの仲間がやってくるのか分かったということでした。そんなある日のこと、田村さんは学校から帰宅し、食事も済ませていつものように自分の部屋でのんびりしていたそうです。そしてふと気がつくと、もう夜になっていました。田村さんの部屋はほとんど毎日のように誰かが訪ねてくるたまり場でしたが、なぜかその夜に限って誰も来ませんでした。田村さんは珍しいなぁと感じましたが、まあそれはそれで一人で好きなことをしてのんびり過ごせるので悪くはないなと思いました。そこで一人でテレビでも見てお風呂に入って寝るかなと思ったそうです。そしてそんなことを思った時、遠くの方から聞き慣れたバイクのエンジン音が聞こえてきました。ああ、仲間が来たなと田村さんは思いました。そのエンジン音はだんだん田村さんの部屋に近づいてきたそうです。田村さんはあのエンジン音はアキラだなとすぐ分かったので、自分がまだ起きていることを知らせるため消したテレビをまたつけました。そのエンジン音はすぐそばまで来て田村さんの家の敷地内に入ってきたのが分かったそうです。そして田村さんの部屋の前にバイクが止まりました。するとそのバイクのヘッドライトが田村さんの部屋を照らし明るくなりました。田村さんは明さんがバイクを降りて自分の部屋の前に来るのを待ちました。それからすぐに明さんのバイクのエンジン音は消え、そして次にヘッドランプが消えたそうです。そこで田村さんはいつものように明さんが部屋に入れるように鍵を開けて待っていました。数分ほど待ったでしょうか。誰も部屋に入ってこなかったのです。部屋に入るどころか、明さんがバイクを降りた気配もありませんでした。田村さんはおかしいな、明のやつ何してんだろうと思ったのですが、
耳を澄ませても外からは何の音もしませんでした。田村さんは不可解だったので、さっきヘッドランプで照らされた部屋の窓を開けてみたそうです。するとその窓の外には何もありませんでした。田村さんは、あれ、確かに前にバイクが止まったのに、なんでだと妙に思い、部屋から外に出てみました。そうしてそこら中を確認したのですが、誰も来ていなかったそうです。田村さんはその夜はずっとおかしな気分でした。そして次の日、いつものように田村さんは学校に行きました。そこで昨夜自分の家に来たかどうか、明さんに確認しようと思ったそうです。ところがいつまでたっても明さんは登校しませんでした。そして朝のホームルームで担任の先生から昨日明さんが亡くなったことを聞かされました。それは昨日の下校後のことでした。明さんのバイクと車が衝突をして明さんは意識不明で病院に担ぎ込まれ、その夜そのまま亡くなったということでした。死亡時刻は田村さんが明さんのバイク音を聞く前で、あの時にはすでに明さんは亡くなっていました。当時の若かった田村さんにはかなりショックだったことは言うまでもありません。そして何十年も経った今にして思うと、バイク仲間が集まる田村さんの部屋ですから、自分が亡くなってしまったことを仲間に知らせるため明さんは来たのかもしれないと田村さんは最後に言っていたそうです。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。